はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。今日の、放送はついにリノベも、自由にできない時代が来るのか、建築士講師を受けて感じたことというテーマでお話しします。本題の前にお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修しています、建築知識2月号小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されてます。実はこれ去年の2月に、発売されていて、お知らせ自体を忘れていました。インテリアデザイナーを目指すのであれば他の本と違ってむちゃくちゃ実践的な内容になってますので役に立つと思います。ぜひ買ってみてください。それでは本題に入りたいと思います。ついにリノベもね、自由にできない時代が本当に来るのかと、建築士講師を受けてみて感じたことをちょっと話したいと思うんですが、昨日ですね受けたんですよ、一級建築士の定期講習。それでね、いくつか気づいた点を共有しておいた方がいいなと思って、お話ししてるんですけれども、これね3年に一度かな、多分じゃダメだと思うんですけど、一級建築士の定期講習を受けなきゃいけないってのは決まっていて、今オンラインになってて、全部家でやれたんですけれども、それでね結構内容が結構実践的で面白かったんですよね。実際前と違って眠くならなかったんでよかったなと思うんですけど、結論から言うとですね、何が言われてたかっていうと、その一つですよ、新築やめてリノベーションやろうねみたいな指導があるってことは、建築士にもリノベをやるように誘導してるよねってことは、法規制が厳しくなることがもう重々に予想されていて、テキストにはですね、新築が少なくなったので建築士はストック建築物を設計すべきだよねって書いてあったんですよ。これ驚きっすよね。でそもそも3年前に受けた定期講習とは随分ね流れは変わってました。やっぱ3年一昔前ってよく言ってるか分かんないですけど、3年前は建築基準法が厳しく厳罰するよみたいな、もう罰則ガンガンするよみたいな流れだったんですよ。だからもう法律も厳しくみたいな、そんな流れだったのが今回はなんか緩くする方向だったんですよね。でその一つが既存不適格建築物の増改築の緩和ってやつですよね。なんか横文字が長くて分かんなかったと思うんですけど、要するにですね、昔の建物は今の法律に合わないからリノベーションをしてもね法律に合わせられないよという問題がねあって、だから勝手にリノベーションを行ってるんですよ、現状今の日本って。でそこでより現実的にね頑張れば守れるようにできる範囲まで法律を緩くしてるってわけなんですよ。ってことはですよ、次はこれを申請など義務化させる方向性だよねっていうのもちょっと考えられますよね。規制をかけてより安全な建物にしていくっていうのはね、日本全体としてはとてもいいことだと思うんですけれども、その建物の価値をね市場価格にちゃんと反映させるところまでねちょっと国も絡んでほしいんですよね。ちょっと難しいのかもしれませんが、それにしても今回の講習はオンライン講習になって、テキストの内容が具体的なね災害事例からの学びとかからもあってね、昔に比べて随分と学びやすい実務に即した内容になっていたのはとても良かったですね。あんま眠くならなかったからね、僕も。でその他に大きな建築的な流れをざっと共有しておくとですね、省エネ、再
性エネルギー、木材利用といったこの3つが挙げられてましたね。環境に対する建築設計重要よねっていう流れですよね。あとは建築士の倫理観ってやつで、釘を刺されてるってことですよね。簡単に言うと建築士は会社のね指示通りやって、それがねたとえ法律違反だよねって言われたとしても、建築士個人に対して罰するから倫理観をちゃんと持って行動しなさいねみたいな話だったんですよ。これってね、独立してる人はね自分の責任だと思ってガンガンやってるんでね、社会に荒波に乗って流されながら頑張ってると思うんですけど、組織にいる労働者の人、要は普通の働いてるサラリーマンとか OL さんってそういう感覚ってなかなか持ちづらいですよね。難しいですよね。だから建築士とってマイナスも結構大きいよなと、リスクを建築士取ることによるリスクって結構出てきてるなって聞いて思ってました。でね、独立するんだったらいいんですけど、みんながみんなそうじゃないと思いますので、これによって建築士になりたい人減らなきゃいいなって思いました。建築士受けるね前の人はこの知識自体を持ってないんで受けちゃいそうですけど、なんかもっと他にねメリット的なものがあるといいよねって、メリット的なものはもうどんどん規制して、建築士じゃないとリノベしちゃダメよみたいなところまで来ればね、それはメリットを受けれると思うんですけど、そこまではすぐにはいけないと思いますので、なかなか人は減るんだろうなって気はしました。で今日は、ついにねリノベも自由にできない、法律が厳しくなってってことなんですけど、そんな時代が来るのかと、建築士の講習を受けて感じたことというテーマでお話ししました。結論は建築士が新築からリノベを行うってことはね、そのうちリノベの法律規制が厳しくなるのが近くなってきたなってことをわかるというお話でした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て学んで仕事につなげちゃおうという感じでやっています。設計者として自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値ありです。まずは LINE のオープンチャットの方を聞いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。